こんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。私はこれまでエアガンを使って、CRG をはじめバイクとかいろんなものを塗装してきました。で、私の動画をご覧いただいた方からエアガンについての塗装に興味があると。で、そのやり方を動画にしてほしいというリクエストをいただきました。ありがとうございます。で、そこで、まず一つ目は私が使っている機材。これですね。エアガン、それにコンプレッサー。そういったものについてご説明させていただくのと、で2つ目が、基本的な塗装のやり方で、3つ目が私レベルだと必ず失敗するんです。でその失敗した時の補修の方法、この3つについてお話をさせていただきたいと思います。基本的に素人の独学ですので、プロの方から見ると物足りないなっていう点はあると思うんですけども、素人でもこのぐらいのことができるということで、温かい目で見ていただければと思います。では早速1つ目の、使っている機材ですけども、最初にご用意していただくのがコンプレッサーです。で、私は両尾のコンプレッサーを使っています。コンプレッサーの選び方っていうのも難しくって、例えば場所であったりとか金銭的なものであったりとか、音もするので、その辺のところ全てに余裕がある方はなるべく大きなコンプレッサー買った方が後々使い勝手も広がるのでいいと思うんですけども、まずは 100V なのか 200V なのかっていうのを見ていただいて、それで購入をしていただければと思います。で、私が使っているコンプレッサーは 100V で、コンプレッサーの選び方の一つに1分間の空気突出量というのがあります。私のは1分間に60リットル空気が吸い込まれます。私が使っているエアガンはアネスと岩田のベビーシリーズ。ノズル径が1ミリで空気の使用量が1分間に50リットルになります。コンプレッサーの突出量が60リットルで、基本的には空気の使用量より大きなコンプレッサーを選ぶと間違いがないと思います。で、私の使っているコンプレッサーというのはオイルレス、メンテナンスフリーなので、武将者の私には合ってると思います。ご家庭にコンプレッサーが1台あると、例えばこのインパクトドライバーも使えますし、空気入れなんかにも使えます。特にインパクトドライバーはですね、固く固着したネジを回したりホイールを外したりするのに非常に重宝します。これを一度使ってしまうと、これなしでホイールは外したくないなと思うようになると思います。このベイビーシリーズ LPH50-102G っていうのを使っていますが、これ以外にも実は同じくアネスと岩田の匠シリーズ、このエアガンを持ってます。先ほどのエアガンが空気の使用量が50リットルで、こちらのエアガンになると空気の使用量が230リットル必要になります。私の持っているコンプレッサーでこのエアガンは使えないかというと、使えないことはないです。例えば空気量を絞ってやったり、予備のタンクを使用すれば使えないことはないんですけども、本来はこれに見合ったコンプレッサーを使った方がいいと思います。どうしてこの2つを持ってるかというと、こちらのベビーシリーズでもほとんどの塗装ができます。例えばオートバイとか車の部品、そういったものは全てこちらのベビーシリーズで塗装できますし、ただ面積が大きくなるとこちらの方が塗料がドバーッと出るので広い面積を塗る場合はこちらの方がもう断然使いやすいので、使い分けをしてるんですが、これほとんど使うことないですね。使うのはこちらがもうメインになってます。面積の大きな荷台もベイビーシリーズを使って塗装しました。このエアガンの使い方ですが、エアガンには3つのつまみがあります。上から順番に行くと、これがパターン調整つまみ。エアガンっていうのは楕円形に塗料が噴出されるんですけども、その楕円形の縦の幅を調整するのがこのパターン調整つまみです。2つ目がこちらの突出量調整つまみで、塗料の出る量を調整します。このトリガーっていうのは2段階になってて、最初軽く引けるところ、これだとエアしか出ません。
抵抗のある2段階目、ここからが塗料が出るんですけども、軽く引くところと抵抗のあるところ、この幅を調整するのがこの突出量調整つまみです。一般的には一度締め込んでやって2ないし 2.5 回転緩めるっていうのが基本的な調整になっています。3つ目のエア量調整つまみですが、スプレーガンから吐き出されるエアの量を調整します。手元に圧力調整器をセットして使うのが理想なのですけども、私は持っていないので、実際に手のひらにこう拭いてみて、適当というか適量ですね。もう経験に基づいた適当なエア圧でここを調整するようにしています。エアガンと一緒に使用していただきたいのがこのウォーターセパレーターです。で、このウォーターセパレーターはここにねじ込んで使うのですが、コンプレッサーで圧縮された空気にはこう水分を含んでいるので、塗装は水分を嫌うので、ウォーターセパレーターをつけて水分を除去してやる必要があります。で、これねじ込み式になっていますけれども、こういったところからエアが漏る可能性があります。で、そのエア漏れを防ぐものにテープがあります。今、白いテープを巻いている状態です。こういう薄いテープをここのねじ込みに巻いてやるとエア漏れが防げますので、これも事前に用意しておいた方がいいと思います。エアガンというのは使用したら必ず分解してシンナーで洗浄する必要があります。で、このシンナーで洗浄するっていう作業は一番辛い作業なんですけども、これをやっておかないと塗料がエアガンの中で固まってしまって次回うまく塗装ができなくなる恐れがありますので、塗装終わった後で必ずきれいに洗浄するようにしています。エアガンも長く使っているとここに小さなパッキンが入ってるんですけども、でこれが傷んだりとか、エアガンを分解して清掃しているとその小さなパッキンをなくしてしまうことがあるんです。日本メーカーのアネスと岩田だとそういったパッキンなどの補修部品も出ているので安心して使えます。で、最近は格安のエアガンも売ってるんですが、実際に使ったことがないのでどのぐらいきれいに塗装ができるのかっていうのもわからないし、そういった補修部品があるのかなっていうのが気になるところなので、もし安いエアガンを買われる方は補修部品があるかないかっていうのを確認とか、もしくはもう使い捨てというふうに割り切って買われる方がいいかもしれません。2つ目の塗装のやり方ですけども、エアガンを使うと2液のウレタン塗料が使えるようになります。ウレタン塗料というのは主材の塗料だけでは塗装が固まらないので、それに硬化剤を入れて使用します。この2液を混ぜ合わせるので2液型というふうに呼ばれています。2液型を使う特徴は耐用年数が長いというのと、色の発色が非常にいい。それにプラスチックなんかに塗ってもひび割れがしにくいです。あともう一つはオートバイのタンクなんかを普通のラッカーで塗るとガソリンがかかるともう色が落ちてしまうんですけども、2液のウレタンは非常に対ガソリン性も強いのでタンクに塗っても平気です。こちらが塗料の1リットル缶ですけども、塗料予算で注文しますが、私の場合はだいたい100ミリリットル単位で購入しています。例えばこれマツダの WU って書いてありますが、車にはコーションプレートっていうのがついていて、そのコーションプレートを塗料屋さんにお伝えすると純正色を調合してくれます。これは私が使っているマツダのポーターキャブの純正色です。2液ウレタン塗料のやり方ですが、この主材料と硬化剤を混ぜ合わせます。で、この混ぜ合わせる比率というのが主材料10に対してこちらが1になります。主材料を 100cc 使う場合は 10cc を混ぜ合わせます。で、それにシンナーを加える必要があります。
こちらがシンナーですけども、だいたいシンナーの場合は捨て拭きの場合は40から 70%、 仕上げの場合は50から 80% 混ぜ合わせるというふうに言われてます。で、私の場合はだいたいその捨て拭きも仕上げも 60% を混ぜるようにしています。ですから素材料を 100cc 使う場合はシンナーを 60cc 混ぜ合わせています。クリア塗装をする場合があるんですけども、クリア塗装の場合は主材料のクリア100に対して硬化剤は10、そしてシンナーも10で混ぜ合わせるようにしてます。今お話したように計量する必要があるので、こういった計量器が必要になります。料理で使う計量器を使っています。シンナーは気温によって使い分ける必要があります。で、こちらのスタンダード標準のシンナーというのがだいたい10度から25度ぐらいで、15度以下になるとクイックを使います。気温が20度以上を超えるような場合はスローを使うようにします。最後に3つ目の塗装の失敗ですけども、私がよくやる失敗は塗料の垂れです。塗装というのは垂れるか垂れないかぐらいで塗るのが一番ツヤが出るというか綺麗に塗れるので、多く塗ってしまって塗料が垂れる場合があります。この塗料の垂れについてはカッターの刃と、それと耐水ペーパー、あとコンパウンドで補修することができます。これは口で説明するより以前やった動画を見ていただいた方が分かりやすいと思うので、その様子をご覧いただきます。こちらが私史上最低の塗装です。塗料の垂れはもちろんのこと、塗装面もサメ肌になっています。カッターの刃を使って塗料の垂れを削り取ります。幅10センチぐらい垂れています。800番の耐水ペーパーを使って表面を水研ぎします。次は1500番で磨きます。通常耐水ペーパーは1000番、1200番、1500番というふうに順番に上げていくことが一般的です。次は、こちらのバフレックスの3000番で水研ぎします。3M の超微粒子コンパウンドを使って一気に艶を出していきます。垂れがなくなり、サメ肌が艶肌に変わりました。いかがでしたでしょうか。もう話だけを聞いているとちょっと面倒くさいなっていう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、2液ウレタンの仕上がりを見るとですね、ラッカーなんかとは全然比べ物にならないほど綺麗な仕上がりになるので、仕上がりを見ると多少の手間は大したことないというふうに思えるかもしれません。まずはコンプレッサーを手に入れていろんなことから使ってみるというので始めていただければと思います。今日はここまでになります。またいろんな動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいてご覧いただければと思います。
今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。